皆さんこんにちは、こたつマニア、です。9月6日は、黒の日、です。おめでとう、すべての、黒マニア。年に一度の記念日。今回は、黒がとっても似合う、魔女っ子です。そんな、黒、を、ノマドスカルプトでこねこね。レッツラゴー。今回も、ノマドスカルプトは使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。今回も、ドラッグツールや、チューブツールを使い、作業を進めていきますよ。各ツールの使い方は、以前の動画。タイトル、クラブ、をどうぞご視聴くださいませ。顔の複製から作った髪の毛のオブジェクト。ついでに前髪も、ここから抽出します。目の上までの長さをイメージしていますので、上部マテリアルから、屈折、を選んで、反射率、は0、屈折率、は1に指定しました。マスクでの指定を簡単にできるように、顔のオブジェクトを透明にしました。前髪と同様に、横の髪もマスクツールで抽出します。ボリュームを足す場合には、例えば、チューブツールを多用してアレンジします。しかし、今回はこのままで。チューブツールでリボンを作ります。上部、プロファイル、を呼び出して、断面の形状をアレンジします。リボンはキャラクターのチャームポイントですので、特別なリボンに作り上げましょう。ワンピースをイメージして、体を作ります。風になびく裾を作りたいので、視点を横に切り替えて、分割ツールの多角形を使い、思い通りの形に編集してカットします。ここから洋服を取り出してみます。マスクツールで全体指定します。セルマスクの多角形を選択して、マスク解除をタップしてオンにします。そのまま、マスクツールに切り替えて、襟元のマスクも消します。上部、設定、
マスクから高さを設定し、取り出すをタップ。最後に、上部マスクのすべてクリアをタップ。お忘れなく。同じようにパーツを作ります。1、マスクツールで指定して。2、設定、マスクで抽出。3、最後に上部マスクのすべてクリアをタップ。この方法で、チューブツールで作った腕や足に、服の袖をつけたり、靴下を履かせたりできます。何かを包み込むオブジェクトを作るのに、とっても便利なマスクツールです。しばし、こねこね。下駄は、コピーした足から、カットして足の裏部分を使用します。縦に引き伸ばして高さをつけたら、ドラッグツールで形を整えます。分割ツールで底の部分をカットします。チューブツールで足と下駄を結んで完成です。どれどれ、出来栄えはいかがでしょうか？今回は、眉毛とまつ毛をチューブツールで作り、瞳はペイントツールで描き込みます。二重まぶた部分のラインの彫り込みには、クリースツールが便利です。口の部分も、クリースツール。
ブラシツールで唇のボリュームをつけて、スムースツールでなじませました。さて、そろそろ完成です。何？会社の怠慢でトラックが使えない？急ぎの配達があるのに、困ったなぁ。私？違いますよ。貴重な週末なのに、親が企画したパーティーに、着たくもないコスプレで参加する。まだ出発まで時間があるからといって、家の前の掃除を頼まれた。ただの子供です。だって私が良い子にしていないと？ゲーム機の購入は愚か、複雑な申し込み予約にさえ、参加できない。子供用のイベントなのに、私がどんなに並んでも、ハンバーガーのおまけすら手に入れられない。子供のためのサービスや商品なのに、ちっともハッピーになれない、この世の中って何？こんな黒いシステムを、あなたの未来で明るくしてくださいね。お粗末様でした。